こんにちは。7月になってどんどん暑くなってきましたね。今日は日本で7月7日に行われる七夕を紹介します。日本では7月7日に七夕というイベントがあります。七夕とは織姫と彦星と呼ばれる2人が天の川を渡って1年に1度だけ会える日だと言われています。そして七夕の日には願いを書いた短冊を笹に飾ったりすることが多いです。七夕の行事ができた経緯は諸説ありますが、その中からいくつか紹介します。もともと七夕というみそぎの行事で、女性が着物を織りお供えすることで神様を迎え、秋の豊穣を祈るものでした。この行事は仏教が入ってきた影響で、お盆の準備として7月7日頃に行われるようになりました。また、七夕の織姫と彦星のストーリーは、中国の神話、淑女と剣牛の物語に由来していると言われています。昔々、天帝の娘である淑女、こと座のベガがいました。淑女は機織りがうまく働き者で、同じく働き者の剣牛、鷲座のアルタイルと恋に落ち、結婚しました。しかし、結婚後2人は遊んでばかりで働かなくなったため、怒った天帝は2人を天の川の両岸に引き離し、年に1度だけ会うことを許しました。日本では淑女は織姫、剣牛は彦星と呼ばれています。そしてもう一つ、七夕の元となったという中国の行事に飛行殿というものがあります。これは7月7日に淑女の星に機織りや裁縫が上達するようお祈りするもので、その後は芸事の上達を願う行事になりました。平安時代に日本に飛行殿の話が伝わると、宮廷でお供え物をして星を眺めたり、歌を詠んだりしました。その時に歌を葉に書いていたのが、現在の短冊にお願い事を書く原型になったと言われています。七夕は短冊を飾るというイメージが大きいですが、七夕のお祭りがあるところもあります。今回は七夕祭りが行われる神奈川県の平塚市に行ってきました。湘南平塚七夕祭りは、もともと第二次世界大戦の際に爆撃を受けた平塚の復興のお祭りとして昭和25年に開催されました。そしてその1年後の昭和26年に第1回の七夕祭りとして開催され、現在もたくさんの人が訪れています。お祭りの初日には七夕踊りのパレードが開催されます。地元の企業や学生、団体などからたくさんの人が参加し、お祭りを盛り上げます。七夕祭りには七つ飾りと呼ばれる飾りがあります。代表的なのが短冊で、昔は七夕の日に芸事の上達を願っていましたが、現在は芸事に限らず、みんな自由にお願い事を書いています。そして七夕祭りで一番目立つのがこの吹き流しです。吹き流しは機織りや裁縫の上達の願いが込められており、かつての宮中の儀式で五色の糸を長い針に通してお供えしたものを表しています。この他には家内安全や長寿を願う折り鶴、漁業の網を表し食に困らないようにという願いが込められたと網、清潔や倹約の意味があるくずかご、商売繁盛やお金に困らないようにと願いが込められた巾着、裁縫の上達や子供の厄除けの意味がある神子があります。お祭りに短冊があったので、私も書いてみました。私はこのチャンネルを通して日本のいいところをたくさん知って興味を持ってもらえますようにという願いを込めて書きました。
ところで実は七夕に食べるものがあるらしいです。それがそうめんです。元は中国で7月7日に作兵衛という小麦粉や餅粉をひねって揚げたお菓子を食べる習慣があり、それが伝わったそうですが、形が変わり現在はそうめんが定番の食べ物らしいです。それではこれから七夕のそうめんを作りたいと思います。今日使うのはこのそうめんとロースハム、あとはオクラ、そして卵です。それでは作っていきたいと思います。まずはオクラを塩もみします。これ産毛が結構見えるかな、産毛があるので、これを塩もみをして取っていきます。ここに塩をかけます。このぐらいやったら、このまな板の上でオクラを回すと産毛が取れて口当たりが良くなる感じです。ではオクラを茹でます。だいたい2分ぐらい茹でたら OK です。オクラが茹で上がったので後でまた使います。次は卵を作ります。正直七夕にそうめんを食べたことって人生であんまりなくて、七夕にそうめんを作るのは実は初めてです。今回は薄焼き卵にするので、このぐらい入れて薄く焼き伸ばします。やばい、ちょっと失敗した。1枚目はちょっとちぎれて失敗したんですけど、2枚目は割と綺麗に焼けたと思います。卵焼きとオクラとハムをやっていきます。今回のそうめんは七夕の織姫と彦星の物語にある天の川を再現したいと思います。使うのがこの星型です。3個ぐらいでいいかな。こういう感じで星ができました。こんな感じで星型の卵ができました。次に同じようにハムも星型を作っていきます。で、ハムもできました。最後はさっき茹でたオクラです。オクラをこうやって切ると見てください。こういう星型になってるんですよ。なので結構この七夕のそうめんにはオクラが使われることが多いです。すごいなんか楕円みたいになっちゃったけど、形後で整えます。そうめんを茹でたいと思います。そうめんの中身はこんな感じで、こういうピンクとか緑のそうめんが入ってるやつもあります。でも基本的にはこういう白がそうめんの定番の色ですね。これは色が可愛いので、今回は緑と赤が入ってるやつを買ってみました。で、そうめんには必ずなんかこういう束をまとめる紙みたいなのがあるんですけど、これはただ束をまとめてる紙なので食べないようにしてください。じゃあお湯が沸いたのでそうめんを入れていきます。そうめんは七夕に限らず日本の夏のご飯の定番なんですけど、だいたいお昼ご飯に食べることが多いですね。そうめんは茹で終わったらこういう風に氷水につけて、麺を締めるっていうんですけど、冷やすことで麺がこうダラってならないようにすることが多いです。今回はこの黒いお皿に並べるのと、このガラスのお皿に入れてカップそうめんを作りたいと思います。こうイメージ的には天の川がこういう風にあって、星とかが並んでいる感じにしたいと思います。うまくいくかな。なんかイメージと違うんだけど、こういうちょっと曲線の感じにしたくて S みたいな。なんかこの緑がちょっと彦星っぽくて、ピンクが織姫的な感じでいけるかな。こういう感じで、さっきの星を並べていきます。これ星ちょっと潰れたんですけど、形を直して、この辺じゃないな、どこだ、違うな。こんな感じでは、まず天の川の七夕そうめんが完成しました。なんかちょっと盛り付け変なんですけど、でも七夕のそうめんって言ったら大体こんな感じのそうめんがよく出てくることが多いです。もう一つよくある定番のそうめんの作り方が、そうめんを入れて、でこうちょっと
私はちょっとうまくないんですけど、こういう風に盛り付けて、でここにさっきと一緒のこのオクラとかを入れる。最後にトマトをのせて、こういう感じのカップそうめんができました。並べてみるとこんな感じです。どっちがいいかな。基本的にはこっちとかこっち、こっちの方が最近多いかな。皆さんもよかったら七夕にそうめん作って食べてみてください。今日は七夕について紹介しました。七夕は年に1回織姫と彦星が会える日で、雨が降ってしまうとお互いの星が見えなくなり会えなくなってしまうので、雨は2人の涙という話もあります。今年は晴れの予報なので織姫と彦星がちゃんと会えそうです。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバイ。